いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は久々の旅行動画になります。前回の旅行は東伊豆のアンダリゾート伊豆高原に来ましたが、今回の目的地は南伊豆です。実際に旅行に行ったのは3月になるので、季節感は若干ずれちゃってますが、あなたの旅行の参考にしてもらえたらと思い動画を作成しております。また今回の動画は前半と後半に分かれており、前半は客室や館内を見たり旅館周辺の景色などを紹介し、後半は夕食と朝食、帰りにちょっと寄ったお店などを紹介しておりますので、ぜひ前半後半ともに最後まで見ていただけたら嬉しいです。ちなみにこの場所は下田の白浜あたりですが、すごい海が綺麗ですよね。今年こそ海で泳ぎたいと思ってますが、毎回行けずじまいなんですよね。もし夏前あたりにどこかの旅館の予約が取れたら、海水浴も一緒に楽しんでいきたいと思います。そんな話をしているうちに南伊豆に入りました。下田まで行くことはあっても南伊豆はなかなか行かないですからね、楽しみです。そして動画や SNS で見ることはあっても、来たのは初めての日本の渚100選にも選ばれた弓ヶ浜です。また後ほど散歩に来たいと思います。そして今回の目的地に到着です。弓ヶ浜の前の通りを500メートルぐらい奥に進んで、カーブに差し掛かったところに現れる大きな建物のこちらが加茂郡南伊豆町港にあります南伊豆弓ヶ浜温泉時一遊さんです。チェックインの時間は15時から21時で、チェックアウトは11時となっております。チェックアウトの11時はゆっくりできていいですよね。あと駐車場はこの建物の正面にあり、到着するとスタッフさんが荷物を取りに来てくれます。それでは行ってみましょう。お世話になります。この時一遊さんのコンセプトは、大人の秘密基地南伊豆の突き当たり、たどり着いた人だけが見る宿明かりと一面の海、砂、大自然の緑、一歩踏み入れば心解き放つ癒しの空間とのこと。これからいろいろと見て回りますが、新しいところに来た時のワクワク感って毎度新鮮な感じがしていいですよね。そしてエントランスからロビーに入ると、館内は吹き抜けとなっていることもあって開放感がすごいです。それでは受付を済ましちゃいたいと思います。受付で館内の説明をされた際の楽しみの一つとして、まずはこれですね。いろいろな場所での時間に応じて様々なサービスがあり、2階のラウンジでは夕食前にビールが飲むことができ、夕食後は日本酒まで飲めるみたいですよ。もうこの時点で祭りが始まった気分になれますね。また夕食の際に別の追加注文があれば今のうちに言っておくか、17時30分までにフロントに伝えてくださいとのことでしたが、今回は事前に予約した食事のままで行きたいと思います。それでは受付も完了したのでお部屋に向かいたいと思います。予約したお部屋は3階の奥の方にあるとのことで、まあまあ歩きます。そして到着。なんか他の部屋と表札が違ってちょっと立派な感じ。それでは入ってみましょう。開けたらすぐに部屋って感じではないです。この左側の奥はトイレですね。この裏側がトイレです。そして右側がクローゼットで、この左側がお部屋になります。今回予約したこの客室は2020年12月に改装したらしく、とても綺麗です。このお部屋は弓ヶ浜の自然を感じながら優雅なひとときをお過ごしいただきたい、そんな思いの詰まった客室で、温泉を引いた露天風呂に浸かり南伊豆の休室をお楽しみくださいとのこと。続いてはベランダに出て外を見てみたいと思います。ベランダには大きなソファーがあり、ゆったりとくつろぐことができます。また目の前がすぐ海ということもあって、迫力ある波の音がとても心地よいです。これ最初は松林がちょっと邪魔に感じたのですが、この隙間から見える海も意外と悪くなく、何より松林がなくなっちゃうとすぐ横にある露天風呂が向こう側から丸見えになっちゃうんですよね。再度部屋に戻ってきました。このまま部屋の中を見ていきます。お部屋には椅子とテーブル、大きなソファーベッドにセミダブルのツインベッド、加湿機能付き空気清浄機に60インチの液晶テレビ、そしてテレビの下の引き出しには小型の金庫に電気ケトルやネスレコーヒーマシンがあります。そしてその引き出しにはコーヒーやお茶、コーヒーカップにおしゃれな湯飲みが入ってます。あと冷蔵庫の中にはサービスの水と人参ジュースに冷えたグラスがあります。この電気ケトルが置いてある上に襖があるんですけど、なんだろうと気になって開けてみたら、露天風呂がありました。というわけで露天風呂の方を見に行きたいと思います。
開けると脱衣所があり、右側はウォークインクローゼットとなっています。そして脱衣所には洗面台が2つあり、露天風呂の手前にはシャワーなどの体を洗う場所があります。そしてこれが客室内温泉露天風呂です。開放的ですごくいい空間ですよね。この松林の間から見える海をぼーっと眺めて波の音に癒されながらゆっくりと浸かる温泉は最高ですよ。多分客室にお風呂はあっても露天風呂がついてる部屋に宿泊したのは今回が初めてだと思うのですが、こういう贅沢もたまにはいいもんですよね。部屋も綺麗だし設備も充実。そういえばこのハンドソープすっごいいい香りだったんですよね。自宅にも置こうか検討中です。その他にも置いてあるものが良さそうなものが多く、非日常を体感することができます。あとこのドライヤー使うのに若干手こずる始末。最近のドライヤーというか高級ドライヤーって随分複雑になってるんですね。そして洗面台の引き出しにはアメニティグッズ。お手洗いもとても清潔感があり、今では当たり前かもしれませんがウォシュレットとなっております。あとこの客室の案内のまとめがありました。ドリンク、館内着、アメニティはこんな感じ。あと Bluetooth のスピーカーもありました。あとこの温泉露天風呂付き客室エグゼクティブツイン66平米の光と横の椅子付きという客室は12歳以下のお子様のご利用はできないとのことなのでご注意ください。それではお楽しみなあの場所に行きたいと思います。エレベーターに乗り込みました。3階は食事処と客室、2階はフロント、ロビー、ラウンジ、パーティールームに客室、1階はお風呂に宴会場に料亭にラーメン処がありますが、やはりお楽しみは2階のラウンジですかね。もうね、部屋を撮影している時点から行きたくて仕方がなかったですよ。というわけでラウンジに到着です。かなり広々とした空間、景色も良いです。続いてはドリンクの紹介。右からコーヒーに紅茶にお湯に黒豆茶、アイスコーヒーにお水にパインジュース、そしてお楽しみのおビールがあります。ちょっとしたおつまみとしてナッツがあったり、売店でも販売されている和菓子なんかもありました。というわけで早速おビールからいただきたいと思います。意外と少ない。回数飲めば問題なしですね。ナッツなどのおつまみセットと並べるとこんな感じになります。そして速攻おかわりへ。宿泊代を元取るくらい飲んでいたいところですが、お腹いっぱいになりすぎると夕食に影響しそうなので他の場所を見に行きます。とりあえず目の前にあったお土産コーナーから行きます。旅行に行くと気持ちが大きくなっちゃうのか、ちょっとぐらい割高だったり、大して好きでもないのに普段食べないものなんかを買っちゃったりするから不思議ですよね。結局誰かへのお土産じゃなくて自分へのお土産がメインになっちゃってますもんね。たまにのことですからそれもありですよね。続いてはお土産コーナーの裏の方にあったゲームコーナーです。よくあるちょっとしたゲームコーナーって感じですね。こういうところの UFO キャッチャーって取れないイメージ強くないですか？取れないだろうって分かってるのになぜか運試し的な感じでやってみたくなりますよね。というわけでとりあえず挑戦。狙ってみろと言わんばかりの挑発的な真ん中のこいつに狙いを定めます。角度、位置ともに完璧。いざ勝負。持ち上げることもなくなぞるだけで終了。分かってましたがね。絵面的にはもうちょっと惜しい感じが欲しかったです。持ち上げることもなさそうなのでゲームコーナーは100円で終了。そして暗くなる前に外の様子も撮りたくて今のうちに弓ヶ浜も見に行きたいと思います。夕日の沈む位置は山の方なので、この南伊豆では今の時期は夕日が海に沈むことはなさそうです。これは河津桜ですかね。緑とピンク、青空につきとても風流だったので思わず1枚撮っちゃいました。そして散歩がてら弓ヶ浜海水浴場の看板の前まで歩いてきました。いいところですよね。ここは夏に泳ぎに来るとしても遠浅で波も穏やからしく、ファミリー層にも人気の海水浴場のようです。ちなみに今の弓ヶ浜海水浴場の看板の写真を撮るために景色を楽しみながら歩いてきましたが、時一遊さんの場所は多分あの辺。実際の距離感は500メートルぐらいらしいのですが、体感的には2キロぐらい歩いた感じがします。酔いも完全に冷めます。そして弓ヶ浜から見える島々の案内もありました。実際と見比べるとこんな感じ。結構しっかり見えますよね。
戻るときは今の道ではなく一本内側の道を歩いて帰るとかなりの件数の民宿がありました。居酒屋だか定食屋さんも1軒あったし、夏はすごい賑わうんでしょうね。泊まりで泳ぎに行くとか羨ましすぎます。この道をそのまま進むとトキ一遊さんの裏には漁港もあり、また別の景色を楽しむことができます。そして戻ってきました。結果的に酔いざましにもなるいい散歩ができたと思います。夕食前にせっかくなので大浴場も見に行きたいと思い1階に来ました。案内板通りに進むとお風呂の入り口があります。中に入ると左奥にはマッサージチェアもありました。奥には大浴場があるのですが、その手前に貸し切りの家族風呂があり、従業員さんに1人でも家族風呂に入れますかと聞いたところ大丈夫とのことだったので、お言葉に甘えて入らせていただくことにしました。家族風呂内は脱衣所に洗面台があり、ドライヤーに櫛、綿棒などが置いてあります。また家族風呂内にお手洗いがあるのはとてもいいですね。それではお風呂場に行ってみたいと思います。体を洗う場所は2箇所あり、置いてあるシャンプーやトリートメントは他の旅館でもよく見るバー油のやつですね。そして洗い場のすぐ後ろにはお風呂があります。家族風呂というだけあって結構大きめです。お湯加減も最高でしたが、露天風呂付き客室に宿泊した場合はサウナに入るとか大きいお風呂で庭園を眺めながらゆっくりお風呂に浸かりたいという場合は大浴場に行くのもありだと思いますが、この家族風呂の場合は雰囲気もそうですが、置いてあるシャンプーやトリートメント、ドライヤーやアメニティなど総合すると部屋の露天風呂の方が良い印象を受けました。お風呂を出たらお楽しみの夕食です。食事をする場所は3階にあるのですが、今回食事をする場所は別のところとのことで、今いたお風呂があった1階からエレベーターで3階に上がり、連絡通路から別館に移動し、エレベーターで1階に降りたところに食事処があるとのこと。その食事をするところがこちら、泉堂旬のありかです。入ると奥から従業員さんが来て、3名でご宿泊の〇〇様ですねと声をかけられ、なぜわかった、エスパーかと思いましたが、食事の時間は事前に決まっているため分かって当然ですよね。そして和モダンな良い雰囲気の部屋に通され食事となりますが、今回の動画はここまでとなります。次回はこの夕食からスタートとなりますので、ぜひ次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。